今日はキャンプ行ってきたので、はい、道中のことはいろいろ話したいこと山盛りなんですけど、なんかお店だと、はい、キャンプ楽しそうでしたね。何買えばいいんですかとか、すごい経験もらえるだし、今回実は2人は初めて。いや本当に、ね、僕も何買っていいか分からなかったから千谷さんに聞きましたもんね。もやしっこだもんね。もやしっこなので、はい、もう初心者の人が何買っていたんだろうなっていう、そこを参考と中にギアのこととかで調べるといろいろ出てくると思うんですよ。自転車キャンプで行く時にね、必要だったものを、そうですね、もう本当にゼロだったんで、ということでどうしよう。まず買ったもの並べてみます。確かに買ってたものね。買ってたもの。松本さんの自転車あるから松本さんのやつでちょっとあれしましょう。じゃあ一回ちょっと出すだけ出してみます。はい、出しましょう。はい。これが松本さんの装備ですか？そう、自転車をツーリングでキャンプに行くとなったら、まず必ず最低限は必要なものだよね。なるほど。基本的には寝袋、テント。寝袋これですね。寝袋がこれで、寝袋、寝るために寝袋、はい、テント、あとこれが下に引くマット。そう、マットがね、結構みんな忘れがちだね。そう、僕もテント張ってそのまま寝るんかと思ってましたから。そうだよね。そうだよね。だからマットもマットね、必要だよね。あとみんなでご飯食べたりとかするときに、これないと結構ないときついよね。そうですね、しけますよね。そう、この椅子と、この辺がキャンプで必要な最低限の道具だったかな。で、あと付随して今回は輪行袋だから輪行バッグと、あとお楽しみアイテムとしてお湯を沸かせるジェットボイル。僕はこういうの持ってなかったから、松本さんと千谷さんが持ってきてくれてすごい。そうだね。確かに。あとなんか夜のライトでこれ千谷と大さんが持ってあんなびっくりするぐらい暗くなるんですね、キャンプ場って。当たり前ですけど。そうかもしれない。俺結構言ってもさ、ちょっとなんかライトみたいなのが用意されてんのかなってもやしっこだから思ってたんだけど、もうびっくりするぐらい真っ暗になるから、これあるといいよね。あるとよかったよね。すごくそうだね。でも自転車で行くと今回思ったのはダイナモじゃなくて、あの時バッテリーライトだった。そうですね。持ってってもいいかもしれないですよね。僕もライトの人もバッテリーライトにフル充電で。僕も荷物持ってってるんですけど、今回マットと寝袋は買いました。で、テントはさすがにちょっと予算が破綻しそうだったんで、ジャグさんに借りて揃えましたね。キャンプ初心者だから何買っていいか分かんないけど、買ったけど調べて買うっていうのもすごい楽しかったから、その辺の準備段階からも楽しめたかなって思いますね。なんかさ、オートキャンプとかさ、何も考えずに装備を自転車でさ移動してキャンプするってさ、やっぱ荷物の制限があったりとかさ、重量とかがあるからさ気になるじゃん。多分ここにあるのが非常に最低限って感じで。そうですね。そうだね。これは絶対あった方がいい。あった方がいいですよね。で、あれですよね。これを自転車に積まなきゃいけないので、松本さんはどんな感じでこれを積んでいきました？今回使った自転車は、マウンテンバイクベースの自転車だったんで、なんかキャリアとかあんまつけないで、バイクバッグをつけて、バイクパッキングスタイルっていう感じで、荷物をこうくくりつけたりとか、キャリアをつけないでバッグをつけてその中に荷物入れてったりとかして。じゃあさっき説明したやつを松本さんどうやって積んだか、実際に見せてもらってもいいです？おさらいだけど、あんま重厚なキャリアをつけないで、自転車にバッグをつけてパッキングしていくっていう、バイクパッキングスタイルってやつですね。なのでこの中に荷物を乗っけて行く。実際に行こう。行きましょう。キャンプ行っていいのかな。これ紹介した寝袋はこのエニシングケージっていうなんかフォークにつけるマウントに
バンドで基本 NC ゲージって2個あればいけるそうだねか。3つあった方がいいよね。3つあった方がよくて、1個プラスでなんか別で例えばキングケージのなんて USB とかつければ3つ増やせるんですけど、ダボ穴がってこと。ああなるほど。よく3つついてるのなんで使ってるんですけど、こういう大きいケージがつけられるような。エニシングケージマウントって言われるのね。あとあれか、ブルートゥースのあれがあるのか。あ、確かに。で、僕の自転車調べで大体これが、よくほらリッター気になる方はいるんですよ。リッター気になる。言われても分かんねえよってなる。でこれは一応3リッターから6リッターなるほど入って、でこっちが12リッター。あ、すごい、さすがで多分サイドこれペットボトル2リットルか3リットル分ぐらいだから、だからまあ3リッターとか 2.5 で5リッター。ああすごい。だからじゃあ全部で12、そう17、20ぐらいの25ぐらい積載だったって感じだね。まあまあデカめのリュック。大体キャンプだと30リッター前後が。そういうことなんだ。めちゃくちゃ勉強になったよ。ね、だから一つ目安にしてもらう、バッグ計算するときにそれぐらいあれば、まあ最低収まるよって感じ。逆サイドです。逆サイド。それテント。これはテント。はい。とポールだ。ポール。このポールが意外に場所ね、考えますね。邪魔ですこれ。でもう今回寝袋のあの袋にぶち込んで、これぶっちゃけ僕も行く前に中谷さんに聞いたんですけど、下世話な話、テントとか寝袋っていくらぐらいの買えばいいんですかって聞いたじゃない。これもう正直に言って、みんなこれからやってみたいなって方に対してどのぐらいがおすすめです？おすすです。おすすめはでもやっぱ僕たちの目でお店で自転車買ってくれたりしてると、やっぱちょっといいものとか確かにちょっと長く使えるものそうなんだよね。なってくると、どうだろう、やっぱ撥水とか聞いて4、5万以上がテント。マットはね、個人的にはいいの買った方が寝れると思う。確かに夜それはねよかった。そうで俺足出てたもん。そう大体結構そう S サイズね、コンパクトなのと山行く人とか体上半身だけ寝れればいいから、関心ないんですけど、ちょっと大きいちゃんと180ぐらいあるやつだった方がいいと思う。なるほど。松本さんはもうキャンプ場に着いた時にしか外さないものを横にしてるってことですよね。なるほど。住んで寝る。オーテンスタイル。人と暮らすみたいな。で、デイゲイスの中にシートバッグの中にこれを入れてたかな。マット入れて、マットがだいぶコンパクトですもんね。そうだね。僕はこれねやっぱ倍ぐらいある。120センチだったからちょっとちっちゃいなと思って。多分荷物ばらさないと出さないやつとか奥にもぶち込んでて、この中に結構ダウンとかが入ってて、確かに今日着替えを省略してますけど、なんかいろいろなんかめちゃくちゃ入ってて、なんかこのぐらいで容量がマックスになっちゃって、輪行バッグどうしようってなった時にここがあったんだよね。確かにここを使って輪行バッグ止めてたって感じ。ヘアレザーのそのシートバッグマジで優秀ですよ。そう、これはね一番優秀。個人的には。今回買ったバッグがめちゃくちゃ調子よかったね。一番容量だから僕もさっきの買い出しで終わったと思った時にそこで頑張れた。容量拡張ができてみたいな。そう、後ろ拡張できるのと、あとはまあ走ってる時やっぱ気にならない。確かに。昔さここなんかなかったじゃん。で横揺れしてたでしょ。あれがキュッてさ縛れるからなんか気にならなかったな。確かに。すげえいいと思った。これはもう一番コストパフォーマンスも確かに最高だよね。最強です。最高。そしてこの辺のなんかクッカーとかは手荷物と一緒にゼイゲイストの中に入れてて、当日なんか財布とか貴重品とかこっちに入れてたのかな。で洋服が入ったりとか、とにかく不安だから洋服いっぱい持ってたからね。でもやっぱ一番大事だと思う。今回ちょっと夜寒すぎなかったけど、やっぱもっと冷えるから。そうなんだよね。寒くなっちゃうといきなりもう
やっぱしらけちゃう。しらけちゃう。しらけちゃう。そう。しらけちゃう。で、よく寝れないんだよ。大丈夫だよ。そうなんですよ。でも本当そう。でこの状態でもう多分容量でいうと 120% ぐらいになった。体感的には。やべえと思ってこれが入んなかったの。もうそうなんだ。なるほど。これが入んなかったんだけど、今回8パックラックつけて、全員エースの下が開いてたんですよ。開いてみたってなって。で俺これ初めて買ったんだけど、これ5レーストラップを使って、もう下になるほど。潜り込ませてお邪魔しますことですね。お邪魔します。なんで下入れてんだろうと思ってたんですけど、もう容量がパンパンだったんですよ。パンだった。であとさ、サウナあったでしょ。だからサンダルとかさ、意外にかさばるじゃん。でこの辺にもう全部まとめちゃって、テントサウナ最高でしたね。最高でしたね。今日行けるでしょ。行けます。今日なしです。まあ行ってもいいですよまた。結構しんどいですよ。あそこまで行かないといけない。じゃああれですよね。ラックはなしのパッティングスタイルって感じでしたけど、サポーター的な感じでベリーストのサポーター的な感じで8パック使ってるんですよね。つけたんだけど、下の天板がなんか容量マックスになったのなるほど。なんか最後の砦になってて、確かにまだいけそうっすもんね。まだいけそう。ここにサンダルがついてたのかな。でこれでツーリングしてたって感じかな。確かにこんな感じで出来こんな感じ上がりですね。バイクパッキングスタイルって感じ。行く時にここら辺とかが拡張された状態とかで考えちゃうと多分後々困ることが多いんで、拡張できるところは初め拡張せずに行くのがそうだね。余力を残しておくってことね。絶対勢い借りるのが荷物絶対増えるんで。確かにそうだね。はい、ありがとうございます。こんな感じ。じゃあ次デジの見ていきますか。よし。じゃあ次デジの。そうなんかもう性格出ますよね、バイクパッティングって。出る。そうだね。なんかもうすげえ無理やりやりましたって感じ。だからそうこんな感じで僕は行きました。パニアバッグフロントパニアで、もうこれ金子さんに借りました。僕今回借り物が多いです。パニアバッグをスイフトのジュニアレンジャーを使って両方にテントとマットと寝袋が入ってます。で牛でこの中にすぐ駅で出せるように輪行バッグとか着替えを入れてましたね。でさっき話したみたいにこれが超いいってなって、でこんな今パンパンなんですけど、さっき話にも出たそうさっき話にも出たほらやっぱ僕外で寝るとか慣れてないんであった方がいいかなって買ってたんですけど、ピロこれマジで予定でした。もっとなんかちっちゃいことをさ。そうなんですよ。これだけでもうこいつの容量ほぼ取られてたんで、もうこれはちょっとあれですよ。メーカーで初めて見たから大失敗。これ大失敗。だからよく僕みたいな人、枕なくて不安かなって人は枕なくて大丈夫ですよ。結構その衣類入れた袋とかが枕になったりするんで。そうね、そういうのでかっこいいかもしれないね。そうで財布とか途中でコンビニで寄ったりとか休憩したりとかするときに財布とかすぐ取り出しやすいように自転車じゃなくて自分にウエストバッグをそうこれがあったもんね。デジつけてるよね。ウエストバッグ、これもスイフトのやつで、この中にメカトラは今回1回もなかったんですけど、何かあった時のために修理の道具とか入れてます。で多分最近の自転車だとスルーアクセルの自転車って多くて、輪行するときに車輪外すときにわざわざ出すのめんどくさかったから、ものによると思うんですけど、僕のは6ミリの六角レンチ外すタイプなんで、もうこれだけちっちゃいの1本この中に入れて駅ですぐできるようにしてました。でなんとなくスイフトの本家の写真見てかっこよかったんで、寝るシャツを挟んでますけど一回も着てないんで形から入るからそんな形大事。そんな感じですね。でもこれがさっきのザだし、やっぱ容量は一番詰めるんで、やっぱライトになっちゃうと結構辛いところもキャンプ初めての多分あるから、安心感はあったね。いっぱい詰めれたから。これざっくり下調べ、これ20リットルぐらい左右で。そうなんだ。もうこれで
左右に10リットル。あ、もう松本さんのやつ超えてる。松本さんが左右に。だからやっぱね詰め方が何かしらちょっとある。確かに。そうで前があれトリクルってなこれさ6リットル6リットル結構入る。だって気がする。いろは3本だもんね。色は3本。フロントのカタリストが6リットル。6リットル。でこれ3から6だから、だいぶこれは多分詰める。ああ、じゃあもう本当無駄が多い。だからこれだね。これがね。無駄が多い。ソロカーリスーパーでパンパンですってずっと言った。そう、僕買い出しの荷物、買い出しの荷物一番持ってないと思います。先輩方に申し訳ない。そうでバッグは多分 2.5 リットルぐらいあるから。はい。だから多分洋服いっぱい持ってったんだろうね。片すぎで。そうそう。でもそれが大事で結構。そうなんだ。そう。あと今回3人ともちょっと天気大丈夫だったけど、やっぱあと雨具ね。あ、そうね。雨具ね持ってきてなかった。絶対持ってかないと本当は。確かに勉強になります。だから20リットルで626で29だからこれが多分30リットルセットぐらい。結構あったら結構あったじゃん。でも30リットル以上やっぱあると多分ちょっとこう余白とかなんだろう余裕荷物積むのにも入んねえやっていうのはあんまりないはず。そうか。でこのラックもチューンさんのお借りしてます。これチューブスのタラなんだけど昔のやつで今と形違うんですよ。だからオンラインストアでもし気になってくれた人形違うんですけどタラです。タラです。チューブですね。チューブスのタラ。ドイツ。ドイツ。で僕こういうちょっと自転車の話になっちゃうんですけど、僕こういうちょっと長い距離乗るライドって大体いつもビンディングじゃないと嫌なんですけど、今回普通にフラットペダルにしてたんですけど、マジでフラットペダルにしててよかったなと思ったんで、それはやっぱストレスがないですね。僕やっぱ硬いソールのビンディングシューズとか好きで使うんですけど、多分状態でそれ使ってたら足がもう終わってましたね。だしこの XC3 だとすごいなんか食い込みも良かったんで、やっぱいいんだね。上り坂で結構もう何も考えない乱暴なペダリングになるじゃないですか。そういう時もなんかこっちが何とかしてくれるみたいな感じだったんですごい良かったです。よくさ、なんか荷物ってさ、俺も昔こういうパッキングスタイルを勉強する前はみんな後ろにつけたがるさ傾向だった。俺も後ろにつけるのかなと思ったけどさ、今回前にパイがついてるじゃん。それはこうなんだろうな、上り坂多いって聞いてたんで、なんとなく後ろにやっぱこう引っ張られる感じよりは前の方がいいのかなっていうのと、海外の写真見てるとやっぱりこの感じが多いんで、それに憧れてっていう感じですかね。確かに。やっぱ上りは断然前進んでる方が楽ですね。見た目から入ったけど、多分すげえ良かったです。ちょっと始められないと上半身疲れちゃうんですね。まだ単純に自転車にリアラックが使うっていうのもあったから、そうそれもありました。そうか。今回ねこのフォークもね入ってたら。あ、そう。これは今年はキャンプしようと思ったんで、これを買いました。今年はキャンプしようと思ったの？今年は絶対キャンプしようと思ってましたよ。だから夢が叶ってよかった。ちょっと怒っちゃって。プレッシャーが強い。であと都内走るんだと今回3台あるけど、やっぱ一番正解これだと思う。そうだね。コンクリート温度度。あ、そうだね。やっぱりオフロードを超えていくキャンプ場ってどうなんだろう、少ないのかな。多分都内だとやっぱ少ないと思う。そう。オンロード走るんだったら確かにこんぐらいの方が良かったなと思いましたね。スタイル大事なんで、好みで好きなバイクで行くっていうのが一番僕大事だと思うけど、でも楽で走りますとやっぱタイヤは38？700の38、40ぐらいですると結構大荷物積むとタイヤ潰れるんで。これ先生のバイクですね。はい。先生のキャンプ師匠のね。キャンプ、いや。普段とあんま変わんないもんね。確かに。余裕が出てる。もうやっぱ愛するサムヒルゴーンでただ行きたかったんですね。ただそれだけっていうのと、あとたまたまタイムリーにもコーリンシックのスケーターたちが結構キャンプ行くとこういう感じなんだよね。まあ確かにそんな気がするわ。ちょっと真似してみてと思って。なるほどなるほど。で僕結構やっぱキャンプ行かせてもらってたのもあるんで、なんかその松本さんのパッキングのスタイルとか、レジのパニアのスタイルとかもなんとなく走りやすさとか荷物の積みやすさは分かってて、だけど改めてこれも使いたいっていう。あ、なるほどなるほど。このバッグ30リッターあるじゃん。30リッターこれだけで。これだけで松本さんが負けてる。これ荷物積めるわと思ったんですけど。そうか。それはどこのバッグですか？これはスイフトのバッグだけど、キャンプ&スロー
とコラボレーションのモデルのでかいバージョンですよね。デカロルフのでっかいバージョン。今までなかったもんね。なかった。でこれ本当おすすめです。一応なんかポッケここら辺にもあるのと、あと意外に内ポッケもある。あ、そうなんですで防水だし、まあ X パックとかじゃなくて生地なんすかこれコーデュロイ？コーデュロイじゃねえか。コーデュラか。だから味も出てきそうだね。あ、そうそう。あ、それが言いたかった。味がそうそう。エクスパックとかじゃなくて、そうそう。メッセンジャーバッグとかで使って出る生地だね。なんでなんとなくそれをじゃあもう今まで経験値が多い中山さんは難易度低い今回のコースを自転車側で難易度上げたみたいな感じ。あ、そうかもしれない。で楽しんだって感じですね。そうだね。上半身もうちょっとこう落ちた方が自転車自体は楽だったかもしれないですけど、まあ写真撮ったりとか動画撮ったりとか走るのにしてくれたから。はい。そうこれはもう僕はその味。まあ後ろもこれ。昔リベンドルのウィル君がくれたバッグそのままずっと使ってるんで、これも何リッターかわかんないですけど、それも入りそう。まあまあ入る。入りそう。普通に日常で使ってるもんね、このバッグ。そうですね。だからもう延長線上で。中山さんのバイクが一番背伸びない感じの。そうかな。そうか。キャンプだぞっていう意気込みがない余裕があふれるすごいかっこいい感じです。中山さんのサムも 700C ですよね。700C でこれは。タイヤ 40C、ダンカーさんも大好きなナノ。松本さんのブラックマウンテンもあれ299だけどブルグス・ゴードンの 48C ですもんね。 48C です。どうでした？僕すげえさっきも話しましたけど 700C で良かったなって思うんですけど、オフロードとかだったらもうちょっと太いタイヤでね 650B とかの方がいいかもしれないですけど、推奨は40以上かもうワンサイズ下ぐらい。あ、でもその 700C が多分すげえ良かった。 700C がじゃないかな。太い分にはやっぱ荷物積んだ時安定感は増すんで、確かにまあ一応言ったんですよ。その代わりちょっと転がんねえっていうのはありますよね。今回俺が一番迷惑かけちゃった。いや全然ブリッブリで。そう。でもブルース・ゴードンはねかっこいいから。そうなんですよ。38、40C 以上あればなんかパンクとか段差とかはあんま気にせずに。荷物もそうですねいけちゃうかなっていう気は、いつかこれだよね。いつかこれ日常のバイクでっていうまさに。まああとね都内からだとコンクリートで結局ゴールになるんで、まあオフロードメインになってきたりとかちょっと砂利道も走るってなったら多分あんまりやっぱりさっきの2人のバイクとかの方がいいかなっていう。あれ荷物の話に戻っちゃうんですけど、基本的にもう前だけですか？後ろに何か入れてました？あ、後ろテント。あ、後ろテント。テントと寝袋。ほとんど開けたくないやつ。ああ、なるほど。現地到着で使うやつ。あ、そうです。で中に椅子とクッカーと僕もクッカー多分ちょっと多めに持ってってたりとかでマットも少し大きいんでマットとかどうだろう3分の1ぐらいは多分開けてたと思う。あ、すげえ。前はまあなんかキャンプ行ったら絶対荷物買わなきゃいけないっていうのはそうなんだよね。そこなんだよな。で個人的におすすめはこれね、よくみんな何使うのって感じだけどケグ。僕はこの中に銀行袋が入ってます。ああ、フェアウェイさんの袋が縮で入ってるってこと。そう、すごいなそれ。入るんだ。すごい。ギリギリ入るんで、これしとくと結構なんだろう。大体ボトルゲージってキャンプでもライドでも片方使って片方使わないことが多い気がするんで、そしたらもうこの中入れとけばなんか輪行してただ走り行く時もこれでポンって抜けちゃえばいいし、まあキャンプの時とかもこういう感じでいけるんでおすすめかな。なるほどね。経験値の高さから出るシンプルさってことですね。今回このバイクに関しては。確かに。でもまあ本当好きなバイクで行くのが一番いいと思います。そう、本当にそれだけ言いたい。お気に入りのバイクで行くのが楽しいので。それがやっぱ多分各自やっぱ俺のが一番良かったなって多分みんな思うんで。そんな感じで。そんな感じで。また参考になったのが。また行きたいね。また行きたいよ。マジ楽しかったから。大体夜は卑猥な話しかしなかったですよ。確かに。僕も最初不安でしたけど一回行くと次も行きたくなるんでぜひ興味ある方は嬉しい。それは個人的にチャレンジするのがいいと思います。偉そうに言いますけど。じゃあ最後に1個だけはいどうぞ。なんかこれは買ってった方がいいですよってのとこれは辛かったっていう
楽しかった何にも辛かったのもあるでしょ。あけど、うん背伸びして頑張ってマットと、うん寝袋はいいの買ってよかったと思うんで、そこは投資を惜しまない方がいいと思います。なるほど。はないるほどね。逆に辛かったのある？辛かったのは、キャンプ中でもライド中でも。特にないかな。まあもちろん上り坂とかは辛いですけど、まあ電車焦げちゃうもんね。こけちゃう。焦げちゃう。いやそうだよね。足が強いから。いやそんなことないです。なんでまあ総じてもう本当100点の100点。はいキャンプでした。松本さんはこれ買ってった方がいいとか。そうだね。まず新車で行くのが一番楽しいよね。そう松本さんはそうだ。今回このために毎朝シェイクダウンで行くのが一番楽しいです。シェイクダウンで行くのが楽しかったよ。本当にこれなんかやっぱさっき僕言うけどね、かっこいいチャリと自分が気に入ってる自転車に乗って行かないと。結構やっぱ苦しいところもあるじゃん、実際それを乗り越えてそうでしょうね。超辛かった松本さんいっぱい荷物積んでくれてましたもんね。そうだからこれさバカが入ってると思わないじゃん。でこっちはパンパンですとか言うから、水とビール持って助かりました。本当にありがとうございます。でもそれも含めてね、すいません。本当すいません。本当すいません。助け合ったらありがとうございます。助け合いもね気持ちも確かにいいソロもいいのかもしれないですけど、やっぱなんか何人かで行くのかな。そうだね。思い出僕ソロだったら絶対やめます。確かに。でもさあれだよね。買い出ししてなかったらちょっとつまらなかったでしょ。確かに。あんないっぱいお肉買ってさ、あんないっぱいお野菜買ってさ、確かに。あれなかったらさ、ちょっと辛かったよね。そうだったし、買った上にワイン飲んでましたもんね。そうだよね。それもあった。そんな感じ？そんな感じ。はい。じゃあもう余裕でしょ。いや僕はもう3人で行けたんでそれだけ嬉しいです。ってこと言ってくれるよ。いや本当に。また3人で行きましょう。あとテントサウナね。はい。テントサウナ。水源の森っていういいキャンプ場があるんでそれだけお勧めしたい。シャワーもトイレもすごい綺麗だから僕みたいなもやしっこでもすごい良かった。それが一番大事だ。それが一番大事。初めての人ってやっぱトイレとそうだね。そうやっぱシャワー浴びれないと結構ハードルなんで。そうだね。最後の最後にそれになっちゃう。やばい。ちょっとやっぱまだまだ話し足りないですけど、そろそろ締めときます。はい。はい。ありがとうございます。参考になったかわかんないですけど、はい。ぜひ。はい。代々木公園のカラスとともにはい。本日はお送りしました。お届けしました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。